私先日バトルグラウンドっていう古いアメリカ映画を見たんです。日本語版のタイトルは戦場ですね。あ、はい。バルジの戦いを描いた作品ですよね。戦争が終わってからわずか5年後に作られた名作ですよね。そう、それです。そこでどうしても気になるシーンがありまして、ほうほなんか主人公の兵士たちがとぼとぼと歩いて行軍している最中にですね、自分が持っているガスマスクを次々と道端にポイポイ捨てていくんですよ。う。ああ、ガスマスクを捨てるシーンですね。ええ、いやいや、軍の支給品ですよね。しかも自分の命を守るための防護装備なのに、そんなあっさり捨てちゃっていいのって驚きまして。なるほど。実はそれ演出ではなくてですね、はい。実際のヨーロッパ戦線で頻発していた紛れもない事実なんです。マジですか。でもそれ上官に見つかったら軍法会議ものじゃないんですか。いくらなんでも軍隊でそんな身勝手な行動が許されていたとは思えないんですか。もちろん公式に許されていたわけではありません。ただ、現場の小隊長や下士官たちもですね、兵士たちの疲労が限界に達しているのを見て見ぬふりをするしかなかったんです。いやでも重いって言ってもですね、ガスマスクですよね。なんか顔につけるゴム製のマスクくらい、そんなに負担になるものなんですか？なるほど。ではちょっと詳しく見ていきましょうか。はい、お願いします。ここで実際の数字を見てみましょうか。初期に配備されたサービスマスクというモデルは約 1.8kg ありました。 1.8kg？ で、さすがに重すぎるということで第二次世界大戦の改良型のライトウェイトサービスマスクが支給されたんですが、それでも約 1.3kg あったんです。 1.3kg か。まあ少し大きめのペットボトル飲料くらいですよね。確かに軽くはないですが、限界を超えて投げ捨てるほどかなと少し思ってしまいますね。マスク本体だけであればおっしゃる通り、そこまでの重量ではありません。しかし兵士たちが持ち歩かされていたのはマスクだけではないんですよ。というと？専用のキャンバス製のバッグの中にはですね、アクセサリーのフルセットが詰め込まれていました。具体的に何が入っていたんですか？目を保護するための軟膏、解毒剤、レンズの曇り止め、目を保護するサングラス、はいはい。そして全身をすっぽり覆う防護用のビニールガッパです。特にこのビニールガッパがくせ者でして、1枚で 280g、 これを2枚支給されたので 560g になります。なるほど。これらをすべて合わせると改良型のセットでも総重量は約 2.6kg に達しました。 2.6kg。建築で使う赤い焼成レンガがだいたい1個 2.5kg くらいですから、まさにレンガ1個分の重さだ。一生使わないであろうレンガを丁寧に足を取られながら毎日持ち歩けと言われたら、それは最初の休憩で道端の草むらに放り投げたくもなりますよ。その通りです。で、現場の悲痛な声を受けて軍の司令部もついにこの状況に対処しようと動きました。いいですね。ノルマンディー上陸作戦の直後にですね、アメリカ軍司令部はドイツ軍が毒ガスを使用する可能性は極めて低いと判断しました。はい。そして道端に捨てられるくらいなら兵士からガスマスクを一旦回収し、師団本部で一括管理してよいという指示を出したんです。前線の兵士の身軽さの優先して後方で預かっておく、素晴らしい判断じゃないですか。しかしその決定がさらに事態を悪化させることになります。なんでですか？だって回収するだけでしょ。実は当時のアメリカ軍の部隊編成にはですね、その余計なものを輸送して管理する体制というのが一切なかったんですよ。どういうことですか？つまりですね、兵士個人がそれぞれ持ち運んでいた時に、なんとか分散して運べていたんですが、はいはい。いざそれを回収して部隊でまとめて保管したり、次の戦地へトラックで運ぼうとした時にそのためのトラックとか倉庫、あるいは管理するスタッフがどこにも用意されていなかったんです。それはあまりにもどんぶり勘定すぎませんか。回収したはいいけど運べないからどうしようって現場は大パニックになりますよね。まさにその通りです。そしてこのドタバタ劇にはですね、まだ続きがありまして、はい。ドイツ軍の最後の大攻勢であるバルジの戦いの時にですね、なんとこの回収指示が撤回されるんです。またルールが変わったんですか？はい、毒ガス戦に備える化学部隊、英語で CWS という部門があるんですが、 CWS ですね。そこからですね、
もしここでドイツ軍がやけくそになって毒ガスを使ったらマスクがなければ取り返しのつかないことになるという強硬な反対意見が出たんです。まあ専門家の意見としては確かに最もですよね。そこで慌てて再び兵士たちに、ガスマスクが再交付されることになったんですが、なったんですか？この回収と再交付の間のわずか数ヶ月の間にですね、多くの部隊で大量のガスマスクが噴出したり、残っていたものもずさんな野外管理のせいでゴムが劣化して使用不能な状態になっていました。最悪の展開ですね。毒ガス戦が一度も起きなかったこの戦争において、ガスマスクは兵士からは体力を奪うだけの厄介者扱いされ、上層部にとっては輸送のボトルネックになる。まさにサンクコストの象徴になってしまったわけだ。ちょっと待てよ。ガスマスクがそれだけ扱いに困るサンクコストだったということはですよ。先ほど出てきた毒ガス戦の専門部隊、化学部 CWS ですね。そもそも使われない毒ガスのためにどれくらいの人員が割かれていたんですか？これが驚くべきことに、1945年の春の時点でですね、ヨーロッパ戦線だけで約3万人近くの CWS 要員が展開していました。師団2個分に相当する途方もない規模です。いや、一度も起こっていない。おそらく起こらないであろう毒ガス戦のためにそれだけの人員と機材を遊ばせておくのはいくらなんでも無駄が多すぎませんか？そこが重要なポイントなんです。上層部にとって CWS は絶対に外せない万が一の保険でした。核兵器の抑止力と同じで、相手に毒ガスを使わせないためにはこちらも即座に報復できる巨大な毒ガス部隊を最前線に維持しておく必要があったんです。だから絶対に必要だったんです。なるほど。存在自体が抑止力だから解散させるわけにはいかないと。でもじゃあ毎日暇だったわけですよね。いいえ、違います。彼らの存在感は極めて大きなものでした。彼らが地上戦で見せた最大の貢献が 4.2 インチ迫撃砲による歩兵への近接火力支援だったんです。迫撃砲？はい。もともとこの 4.2 インチ迫撃砲は大量の毒ガスを詰めた弾を敵陣に飛ばすためのものでした。しかし彼らは毒ガスの代わりに爆薬の入った榴弾を撃ち始めたんです。でもそれって砲兵部隊がもともと持っている大砲より強いんですか？その威力が文字通り桁外れだったんです。実はこれ大口径の105ミリ榴弾砲の砲弾よりも爆薬の量が多いんですよ。うわ、それはすごい。さらに重要なのが命中精度です。通常の迫撃砲は筒の中がツルツルなんですが、この 4.2 インチ迫撃砲の砲身にはライフリングと呼ばれる螺旋状の溝が掘られていました。回転しながら飛ぶため圧倒的に命中精度が高かったんです。しかも榴弾砲が入っていけない地形にも運べますし、迫撃砲特有の山なりの軌道を描くため、イタリア戦線のような山や谷が多い地形で山の裏側や深い塹壕に隠れた敵の頭上からピンポイントでこの巨大な爆発を叩き込むことができました。恐るべしですね。さらに発射速度も最大で毎分20発と途切れることのない弾幕を放てました。このため歩兵たちからはすごく頼りになるということでポケット砲兵と呼ばれ、絶大な信頼を寄せられることになります。もともと毒ガスを撒くために作られた部隊がいつの間にか歩兵を守る最強の盾になっていたなんて本当に驚きです。そうですよね。でもですね、彼らの活躍はこうした物理的な火力支援だけではないんです。他にもあるんですか？もともとの科学の専門知識を生かしたタクティカルなサポートもきちんと行っていたんですよ。それは気になりますね。さっきから爆発物の話ばかりでしたけど、彼らの専門はあくまで科学ですよね。例えばどんなことをしたんですか？代表的なのが煙幕の展開と火炎放射器です。煙幕ですか？あれってただ煙を出すだけじゃないんですか？映画とかだとポイッと手で投げてシュッと煙が出て終わりみたいなイメージなんですが、全く違います。戦場における煙幕ははるかに規模が大きくてですね、まさに科学と気象のロジスティクスなんです。科学と気象のロジスティクス、どういう意味ですか？はい、例えばですね、連合軍にとって非常に重要な港であったナポリ港でのエピソードがあります。ここで CWS は巨大な煙幕を張ることで敵の爆撃機から港の施設や船を丸ごとすっぽりと隠してしまうことに成功しました。でも
風が吹いたら煙なんてすぐに流されてしまいませんか？そこで彼らはですね、風の向きや強さ、気温、湿度といった気象条件を常に精密に計算していました。はあ、お天気を読むわけですか。そしてそのデータをもとに特殊な発煙装置を港の周辺の最適な場所に配置しまして、さらに燃料と化学物質のミックスの割合を微調整しながら、なんと何日もの間煙のベールを維持し続けたんです。なるほど。ただ煙を出すだけじゃなくて、お天気のデータと煙の成分を掛け合わせて緻密に計算された空間をキープし続けるからロジスティックスなんですね。その通りです。そして火炎放射器についても同じです。ただ火を吹くだけではなくて、敵の陣地や建物にピタッとくっついて燃え続けるようにしなければいけません。ああ、そうか。ただの液体の燃料だとパッと燃え尽きて終わりになっちゃうか、あるいは自分の方に火が戻ってきちゃいますよね。はい。そのために特殊な粘り気のある燃料を化学的に調合する必要があったんです。さらにですね、彼らはそうした燃料を供給するだけでなく、戦闘部隊に対して正しい火炎放射器の使い方の教育まで行っていたんです。いや、空を煙で覆って敵の陣地を火で燃やし尽くす。ここまでの話で彼らが単なる裏方ではないことがよくわかりましたよ。ところが実はまだまだあるんですよ。ここからが CWS のさらなる予想外の活躍です。何ですか？なんと彼らはですね、最前線でドライクリーニングを行っていたんです。はい、戦地でドライクリーニングですか？街のクリーニング屋さんがやってるようなあれですか？まさにそのドライクリーニングです。どういうことですか？もともと CWS の中には毒ガスを浴びた服をきれいにして無害化する衣服の防毒処理訓練を受けた部隊が存在していました。はい。彼らは強力な化学溶剤と巨大な洗浄ドラムを持っていたんです。それを転用したんですよ。毒ガスを洗い落とせるなら泥とか汗なんて簡単に落とせるだろうと。その通りです。なんと1週間に1万4000ポンド、つまり6トン以上ものの衣服を洗浄していました。6トン、もう化け物みたいなクリーニング工場じゃないですか。しかもですね、太平洋戦線のような熱帯地域では科学の知識を生かして衣服に殺虫剤を染み込ませるというサポートまでやってのけました。これでたくさんの兵士の命が救われたんです。いやー、過酷な状況で活動する兵士にとってパリッときれいになった服を着られる、しかも虫除けの効果まである。これ兵士たちのメンタルにとってどれだけ大きな救いになったか計り知れないですよね。そうしたメンタルケアという意味ではですね、さらにすごいエピソードがあるんです。まだあるんですか？なんとこのクリーニング設備の温度調節機能を使ってアイスクリームを作り、地元の赤十字に供給したという心温まるエピソードもあるんです。それってもともとは世界を終わらせるような毒ガスを洗い流すための、いわば終末のための機械ですよね。それを赤十字にバニラアイスを配るために使ってる。そのギャップがすごすぎます。確かにすごいギャップですよね。そしてですね、彼らのサポートは兵士だけでなく占領地の民間人にも向けられました。連合軍がナポリを解放した際、退却する敵軍が水道施設を完全に破壊していったという危機的状況がありました。うわ、水がなければ町の人々は生きていけないし、衛生状態も最悪にありますね。そこで彼らが除染用のポンプ車を給水車として使ったんです。これは本来は毒ガスで汚染された場所を洗い流すための巨大なタンクと高圧ポンプを備えた車両です。なるほど。これを使い、最初の10日間ナポリ市全体の給水を全て担ったんです。毒ガスを洗うための車が町の人たちの命をつなぐ飲み水を運んだんですね。さらにそれだけではありません。水が止まったことでドロドロに詰まりきっていた下水管をポンプ車の強い水圧を利用して掃除し、町を救ったことも付け加えておきます。まさに町のインフラそのものじゃないですか。いや、ここまでお話を聞いてきて本当に驚きの連続でした。巨額のコストをかけた毒ガス対策、ある意味では巨大な無駄でありサンクコストだったはずの部隊が、いつの間にか戦場のあらゆる問題を解決する究極の便利屋になってしまったんですね。その通りです。爆発物の知識は歩兵の圧倒的な火力支援に、気象とロジスティクスの知識は巨大な煙幕に、そして化学洗浄の知識は最前線のドライクリーニングやアイスクリームの製造、そして
インフラの復旧に。一つの目的のために作られた組織がここまで柔軟に形を変えたわけです。アメリカ軍の本当の強さというのは単に物資が豊富だったからというだけじゃないんですね。決められたマニュアルが役に立たないと分かった時、今自分たちが持っている機材と専門知識を目の前の状況に合わせてどんどん最適化していく、その現場の柔軟性こそが最大の武器だったんだと深く腑に落ちました。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃ししないようにチャンネル登録もお願いします。